日本でニサを使って投資をしている人って、今やもう2300万口座を超えたそうなんですよね。すごい数ですよね。はい。で、これを聞いている皆さんも、もしかしたらその中の一人かもしれないじゃないですか。そうですね。かなりの割合の方がすでに始めていると思います。毎月コツコツ未来のためにインデックスファンドなんかに積み立てる。それ自体はすごく堅実で素晴らしいことだと思うんですけど、今日私たちが徹底的に深掘りする資料の中に、ちょっと背筋がゾッとするようなデータがあったんですよ。はい、衝撃的な数字ですよね。自分のニーサの資産を最終的にどうやって売るか、具体的に決めている人って、全体のたった 12% 以下しかいないそうなんですよ。そうなんですよね。まあ裏を返せば88%以上の人が一生懸命積み立ててはいるものの、そのお金をどうやって引き出して使うかっていうその出口を全く決めていない状態だということなんです。88% ですか？ええ。入り口の入り方はすっかり定着したのに出口を知らない。これは非常に危うい状況と言わざるを得ないですね。つまり、リスナーの皆さんも私も気づかないうちにその出口迷子の 88% に入ってしまっているかもしれないってことですよね。はい、大半の方がそうだと思います。なんか、ちょっと待って。じゃあその積み立てたお金、最終的にどうやって使うのって聞かれたら言葉に詰まっちゃいますもん。そうですよね。なので今日はそんな皆さんと一緒にこの 88% から脱却して上位 12% の出口までしっかり設計できた投資家へとステップアップするのが今回の深掘りのミッションです。本当に重要なテーマだと思います。ここ数年で投資の始め方とか積み立て方、いわゆる入り口のリテラシーっていうのは急速に普及しましたからね。はい。本屋さんに行ってもそんな本ばかりですし。そうなんです。ただこの出口リテラシーを持っているかどうかで、将来実際に皆さんが使える手取り額が数百万円単位で変わってしまうっていう現実的な危険性があるんですよ。数百万円の差ですか？いや、それはさすがに見逃さないですね。かなり大きな額になります。でもなんでそんなに大事な出口戦略を 88% もの人が知らないんでしょうか？これって別に私たちが単にサボって勉強してないからってわけじゃないんですよね。決して皆さんの怠慢ではありません。もうシンプルに知る機会がなかったからなんですよ。機会がなかった。はい。金融庁の調査でも、ニサを活用している世帯の多くが、老後の資産の活用方法を具体的には把握していないって回答しているんです。国の調査でもはっきり出ているんですね。確かに証券会社のウェブサイトとか見ても、口座の開き方とかおすすめの銘柄のページはこれでもかってくらいあるのに。たくさんありますよね。でもこうやって売りましょうっていうガイドは驚くほど少ない気がします。そうなんです。実はこれには、金融業界の構造的な理由がありまして、構造的な理由？はい。証券会社などの金融機関にとってビジネスとして一番都合がいいのって顧客にできるだけ長く多くの資産を預けてもらうことなんですよ。なるほど。預かり資産残高が大きければ大きいほど信託報酬などの手数料ビジネスが潤いますからね。だからわざわざこうやってお金を引き出しましょうって積極的にアナウンスするインセンティブが働きにくい構造になっているんです。そういうことか。お金を引き出されちゃったら困るから、あえて大声では言わないんですね。そういう側面は間違いなくあります。これって例えるなら行き先も降りる駅も決めずに、とりあえず最新型の超特急2サ号に飛び乗っているような状態ですよね。まさにそんな感じです。証券会社の車掌さんは、乗り方とか快適な座席の選び方は手取り足取り教えてくれるけど、肝心の降り方のアナウンスは一切してくれないという。その例えで言うなら、さらに恐ろしいのは、その列車が今猛スピードで走り続けているってことなんですよ。うわー、確かに。とりあえず乗ったまま放置して10年、20年と経つ。そしていざ自分の資産が数千万円に育って、いよいよ老後を迎えた時に、さあお金が必要だ、降りようと思っても、あれどうやってドアを開けるんだっけってパニックになってしまうんです。想像するだけで冷や汗が出ますね。しかもその時になって初めて焦って適当にボタンを押してしまったりすると。売り方を間違えることで、せっかく積み立ててきた利益が目減りしたり、税制上のメリットを生かしきれずに、結果的に手取り額が減ってしまったりするんです。それは痛いですね。知らなかったでは済まない非常にシビアな問題が待ち受けているんですよ。だからこそ、自分の身を守るために、自分で降りる準備をしておく必要があるんです。なるほど。誰も教えてくれないなら、今日ここで私たちがそのアナウンスをしようじゃないかっていうことですね。はい、そういうことです。じゃあまずはいつ降りる準備を始めるかっていうタイミングの話から整理したいんですけど、今回の資料によると
お金が必要になってから考えるの遅すぎるってことですよね。遅いです。最も重要なのは、お金が必要になる時期から逆算して事前に準備を始めることなんですよ。逆算ですね。例えば老後資金として使うなら、定年退職の2、3年前から、教育資金なら入学の1、2年前から段階的に現金化していくのが一つのセオリーなんです。ちょっと待ってください。それってなんかすごくもったいなくないですか？と言いますと、だって投資の最大の武器って複利の効果じゃないですか。時間が長ければ長いほど雪だるま式にお金が増えるんだから、お金が必要なギリギリその前日まで運用しておいた方が一番お金が増えるんじゃないですかね。その疑問は非常に真っ当ですね。理論上はおっしゃる通りギリギリまで市場に置いておく方が期待リターンは最大化されます。ですよね。ただ、私たちが絶対に忘れてはいけない本質が一つあるんです。それは、相場は誰にもコントロールできないということです。コントロールできない？つまりタイミング悪く暴落するかもしれないってことですか？その通りです。例えば、2008年のリーマンショックの時をちょっと想像してみてください。はい。仮に田中さんという方がいて、退職するその月に、よし、老後資金として2000万円分を売却しようと思っていたとします。おお、2000万円。しかしその直前に市場が大暴落して、株価が半分になってしまった。うわー、2000万円あると思ってたのに一気に1000万円に減っちゃったと。はい。でも、田中さんの生活費とか、ローンの支払いとして、どうしても絶対に500万円の現金が必要だったとしますよね。はい、生活がありますからね。株価が半分に暴落している時に500万円分を現金化するということは、平常時の2倍の国数の資産を売り払わなければならないということなんです。なるほど。手こねで大量の資産を手放すことになるわけだ。そうなんです。じゃあ、もしその後、相場が元の水準に回復したとしても、田中さんの手元には、もう資産の株数自体がほとんど残ってないってことになっちゃいますね。それはもう致命傷になります。うわー、きついですね、それは。だからこそ、これを防ぐために、必要な時期の2、3年前から、相場が比較的安定している時に少しずつ現金化しておくんです。なるほど。そうすれば、もし直前を暴落が起きても、当面の生活費や必要な資金はすでに現金で確保してあるから、残りの資産は相場が回復するまで待とうって、心と資金に余裕を持てるんですよ。全然違いますね。はい。これがリスク分散の観点から見た段階的な現金化の合理性なんです。行き当たりばったりで売るんじゃなくて、自分のライフイベントから逆算して、嵐が来る前に少しずつ安全な港に船を移しておくような感覚ですね。これはすごく納得です。とても良い例えだと思います。じゃあ、当面の安全資金は確保したとして、残りのその大きな資産の山を退職後どうやって少しずつ切り崩しながら生活していくか、ここが次のパズルになってきますね。おっしゃる通りです。このどのように取り崩すかが資産の寿命を最も大きく左右するんですよ。どういうアプローチがあるんですか？大きく分けて定額取り崩しと定率取り崩しの2つが存在します。定額と定率、地面は似てますけど中身はどう違うんですか？まず定額は毎月10万円などあらかじめ決まった金額を引き出す方法です。金額を決めるんですね。はい。年金にプラスして毎月10万円入ってくるので、生活費の計算がしやすく、日々の安心感があるのが特徴ですね。わかりやすいですね。家計簿もつけやすそうですし。でもこれにもさっきみたいな暴落時の罠があるんじゃないですか。鋭いですね。まさに最大のデメリットは相場の下落時にあるんです。やっぱり。定額で10万円を引き出すということは、株価が暴落して資産価値が下がっている時でも、容赦なく10万円分を売却するということです。そうか。安い時にたくさん売らなければいけない。はい。安い時にたくさん売らなければならないため、資産が底をつくスピードが加速度的に早まってしまう危険性があるんです。さっきの田中さんと同じで、安い時に資産の口数をゴリゴリ削っちゃうわけだ。そういうことです。じゃあ、もう一つの定率はどういうメカニズムなんですか？こちらは残高に対して毎月 0.5% とか年間 4% など決まった割合で引き出す方法です。割合ですね。この最大のメリットは相場が下がって資産全体の評価額が減ると引き出す金額も自動的に減るという点なんですよ。なるほど。安い時には少ししか売らないことになり、
結果として資産が長持ちしやすいんです。定額はなんか毎月決まったお小遣いをもらう感覚ですね。ええ、まさに。生活は安定するけど、自分のお財布、つまり資産全体の状況を無視して一定額を抜き続けるから、あっという間に空っぽになる危険があると。はい、おっしゃる通りです。一方で、定率は業績連動型のボーナスみたいなものですね。資産の調子が良い時は多めにもらえるけど、暴落して調子が悪い時には、今は自分の資産が苦しいから引き出し役を減らして我慢しようって自動的にブレーキがかかると。だから長持ちするんですね。その業績連動型という感覚はまさに定率の本質をついていますね。そうですか。ええ。海外の投資の世界では、この定率の考え方をベースにした 4% ルールという有名な研究があるんです。4% ルール。はい。アメリカのトリニティ大学の研究に基づくものでして、株式と債券を半分ずつ持ち、年間の取り崩し額を初期資産の 4% に設定すれば、インフレ調整も含むんですが、30年後にも資産が残っている確率が非常に高いというデータなんです。ああ、有名なトリニティスタディですね。はい、よくご存知ですね。じゃあ2000万円の資産がある人は、その 4%、つまり年間80万円、月に直すと大体6万6千円くらいを引き出していけば、30年間は資産が尽きない可能性が高いってことですよね。ええ、そういう計算になります。じゃあもう全員この 4% ルールで定率引き出しを設定すれば完璧じゃないですか。ただそこは少し冷静になる必要があります。ダメですか？この 4% ルールは、あくまで過去の米国の市場データに基づいたシミュレーションなんです。ああ、アメリカの話ですもんね。ええ、日本の税制や今後の日本のインフレ率、そして何よりリスナーの皆さんの生活水準にそのまま当てはまるわけではありませんから。確かに、鵜呑みにするのは危険ですね。ただ、メカニズムとして定率を取り入れることで資産寿命が劇的に伸びるという事実自体は非常に重要なんです。実際に定額と定率でどれくらい差が出るものなんですか？シミュレーションの前提にもよりますが、例えば2000万円を毎月10万円の定額で取り崩すのと、残高の 0.5% の定率で取り崩しながら運用を続けた場合、はい。相場の波を経た30年後には手元に残る金額が数百万円以上変わってくるという試算も多数あるんですよ。引き出し方のルールを決めておくかどうかが数百万円の違いになっちゃうわけか。ええ、大きいですよね。よし。じゃあ嵐の前に現金を確保するタイミングも分かったし、引き出すペースは定率が長持ちすることも分かりました。はい。でも、いざ引き出そうとした時、私たちのお金って全部一つの箱に入ってるわけじゃないですよね。おっしゃる通りです。昔から持っている課税口座とか、新しいNISAとか、人によってはiDeCoとか、複数のお財布がある中で、じゃあどこから手をつけるべきかという新たなパズルが生まれてきますよね。そこがまさに出口戦略における最後の重要なポイントですね。売る口座の順番と税金のコントロールです。順番ですか？はい。これは知っているだけで手元に残る現金が確実に変わる完全な算数の世界なんですよ。算数。じゃあ、どこから売るのが一番お得なんですか？一般的なセオリーをお伝えすると、まずは利益に約 20% の税金がかかってしまう課税口座、特定口座などの資産から優先して取り崩します。はい。そして、非課税である NISA 口座の資産は、できるだけ最後まで手をつけずに運用させ続けるという順番になります。ちょっと待ってください。普通に考えると、NISA の方が税金引かれないからお得じゃんって、先に NISA から引き出したくなっちゃいそうなんですけど、逆なんですね。そう思われがちなんですが、逆なんです。どうして NISA を最後まで残すんですか？ NISA の最大のメリットって、運用で出た利益に対して、いくら増えても税金がゼロという点にありますよね。無税ですよね。例えば、1000万円の資産が 5% で運用できているとします。課税口座の場合、増えた利益に対して毎年約 20% の税金というブレーキがかかりながら転がっていくことになるんですよ。利益が出るたびに国に持っていかれちゃうから、雪だるまが大きくなるスピードが遅くなるわけですね。ええ。一方で、NISA 口座はそのブレーキが一切ありません。非課税のまま、複利で転がっていく力は、時間が経てば経つほど絶大になります。確かに。だからこそ、税制面で最も優遇されている、いわば BIP ルームである NISA 口座の資産は、一番最後までその部屋で増やし続けるのが合理的なんです。なるほど。NISA は BIP ルームだから、そこに入ってる資産はギリギリまで外に出しちゃいけないんだ。そういうことです。先に税金っていう家賃がかかっちゃう一般口座の資産から使っていくと、すごく腑に落ちました。それは良かったです。
でもこれ理屈は分かっても、自分が今どの口座にいくら持ってるかを正確に把握してないと計画の立てようがないですよね。本当におっしゃる通りです。出口戦略の第一歩、そして最も基本的で強力なアクションは、自分の資産の全体像を正確に把握することなんです。証券会社のサイトにログインして現在地を確認しろってことですね。はい、今は非常に便利な時代で、SBI 証券や楽天証券などの大手ネット証券は、複数の資産状況を一目で確認できるポートフォリオ管理ツールを無料で提供しています。アプリとかで見れますもんね。課税口座にいくら、NISA にいくらというのを視覚的にパッと把握できる環境を整えるだけでも、心理的なハードルは劇的に下がるんですよ。確かに。あっちの銀行にいくら、こっちの証券会社にいくらって頭の中でバラバラだと管理するだけで嫌になって、もう適当でいいやってなりそうですからね。そうなんです。一つの画面で全体像が見えれば、じゃあ退職の3年前にこの課税口座の分だけ現金化しておこうといった具体的なルートが驚くほどクリアに描けるようになります。見える化が大事なんですね。はい。もちろんご自身の収入や家族構成によって最適な税金コントロールは変わるので、複雑だと感じたら税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に頼ることも立派な高度な出口リテラシーの一つですよ。ツールを使って現在地を可視化してルートに迷ったらプロに聞く。これを聞いている皆さんもぜひ後でスマホを開いて自分の資産の現在地がどうなっているか全体像を確認してみてくださいね。まずはそこからですね。それが上位 12% の投資家になるためのパスポートですからね。さて、ここまで NISA の出口戦略について徹底的に深掘りしてきました。はい。今日はっきり分かったのは、NISA は毎月積み立てて目標額に到達したら終わり、ゴールじゃないってことですよね。そうですね。資産を積み上げることは豊かな老後を迎えるための通過点に過ぎません。育てたその資産をどう守り、どう使いこなすかが投資における本当の総決算と言えます。必要な時期から逆算して安全資金を確保するタイミング、資産を長持ちさせるための定率引き出し、そして非課税の VIP ルームを最後まで生かす、取り崩す順番。この3つの強力な武器を手に入れたことで、これを聞いているあなたは日本のトップ 12% の投資家への大きな一歩を踏み出しました。本当に素晴らしい知識のアップデートだと思います。ただ、知識は使って初めて価値を持ちますからね。そうですね。今日学んだことを頭の片隅に置くだけでなく、まずはご自身の資産残高を確認するという明日の最初の一歩をぜひ踏み出していただきたいですね。あなたが時間と労力をかけて育てた資産は、あなたに一番良い形で使われることを待っていますからね。ぜひアクションを起こしてみてください。はい。ただ最後に一つだけ、本編の議論からもう一歩だけ踏み込んだリスナーの皆さんへの問いを投げかけて終わりにしたいと思います。どんな問いでしょうか。今日私たちは資産を安全に使い切るための最適なルートを深掘りしてきました。でも、もしあなたが想定していたよりもずっと長生きして綿密に計算した定率 4% の引き出し額よりも世の中の物価上昇、つまりインフレのスピードの方が速かったらどうなるでしょう。なるほど。計画通りにはいかない現実のリスクですね。そうなんです。あるいは一生懸命育てたその資産を自分一人で使い切るのではなく、次の世代、子供や孫へ残すという選択肢を出口戦略のゴールに組み込むとしたら、計算式は全く違うものになりますよね。行き先を決めずに飛び乗った最新型の超特急。今日私たちはその安全な降り方を学びました。はい。でも、どの駅で降りるのか、降りた駅で誰に会い、その手荷物を誰に渡すのか、完璧な出口のその先にあるあなた自身のお金の最終的な意味について、ぜひ時間をかけてゆっくりと考えてみてください。資産の出口をデザインすることは、自分自身の人生の最終章をデザインすることそのものですね。本当にその通りですね。これからも一緒にこの深い知識の海を泳いでいきましょう。今日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。